皆さん、こんにちは。おゆきチャンネルのおゆきと申します。今回の動画は、大陸版で開催されたイベントをもとに、今後のイベントを整理しながら、知っておいて損はない好きな素材を63個、確実にゲットできるイベントを簡単に紹介したいと思います。現在、日本版では復刻版マリアニアールが開催されています。イベント開催期間は3月31日から4月10日です。大陸版のスケジュールで話を進めると、次のイベントはオムニバスストーリーレッドパイン。イベント開催期間は1週間でした。次のイベントはサイドストーリーニアーライト。イベント開催期間は21日、3週間の大型イベントです。今回の動画はこの大型イベントについて紹介したいと思います。まず、イベント開催期間の3週間ですが、1週目に NL1 から NL10 が開放。美味しい素材はNL8 の中級桃源、NL9 の素子結晶、NL10 の合成コールです。イベント開催期間中は NL8 から NL10 のステージを周回するのが基本です。2週目に NLEX1 から NLEX8 が開放。ミッションをクリアし、陣営ポイントを集めることで、高難易度に設定されている NLS1 と NLS2 が挑戦可能になります。3週目に条件を満たしていると NLS3 から5が挑戦可能になります。サイドストーリーニアーライトでは新システムが導入されていて、各陣営ごとの信頼ポイントを集めることができます。大陸版では聖望という名前がついていますが、日本版の名称はわからないので、この動画では信頼ポイントで説明します。各陣営のポイントを集め、信頼度を上昇させることで、ハイビスカスの日記やニュースを読むことができ、S ステージ開放に必要な条件を満たすことができます。まずはじめは、商業連合会と監査会の信頼ポイントを集め、S ステージ開放に必要なアイテムの入手を目指します。それでは、この動画で一番紹介したい項目に移ります。サイドストーリーニアーライトでは、デイリー任務と長期任務、2種類の任務があります。長期任務に関しては、いつものイベントミッションと同じように、各ステージを星3評価でクリアしたりすることで達成できます。デイリー任務ですが、毎日ミッション消化ポイントが3ポイントもらえます。このポイントは15ポイントまで貯めることができるので、毎日必ずプレイしないといけないということではありません。このデイリーポイントを使って各陣営の信頼ポイントを上昇させながら、好きな素材とショップで使えるトークンを集めることができます。例えば、監査会の信頼ポイントが足りていない場合は、監査会の任務だけを自分で選ぶことができます。流れとしては、信頼ポイントを上げたい陣営を選択し、好きな素材を選んで任務をクリアします。前述したように、イベント開催期間は21日なので、3ポイント ×21 日は63ポイント。ニアーライトでは各ステージのドロップやイベントショップで入手できる報酬とは別に、選択可能な好きな素材を63個確実にゲットできます。これがこの動画で一番紹介したかったことです。特に新素材の1個あたりの必要理性期待値はどれも60を超えています。もう少しで開催されそうなこのイベントを知らずに理性効率が60を超えている第9章を無課金・美課金プレイヤーが石を割りながら周回するのはお勧めできません。新素材以外にも自分の欲しい素材があれば交換してもいいと思いますが、大陸版でも新素材ドロップイベントは来ていないので、今すぐに必要な素材が特にない方は、理性効率から考えても新素材を選択するのが最適です。新素材の反自然溶剤を選択して更新ボタンを押すと、任務報酬が反自然溶剤になりました。1ポイント1素材なので、2ポイント使う任務を選択すると2つ素材がもらえます。3ポイント使う任務を選択すると3つ素材がもらえます。多くポイントを使う任務の方がクリア条件の難易度が高く設定されていますが、任務をクリアするのはステージをクリアしないといけないので理性を使います。多くポイントを使う任務の方が理性を節約できるってことですね。例えば1ポイント任務は星2評価以上で NL4 をクリア、特定の敵を倒す。2ポイント任務は星3評価で NLEX2 をギミックを使わずにクリア。3ポイント任務は星3評価で NLEX8 をクリア。条件の一部はボスのギミックに直結しているので割愛します。こんな感じで好きな素材を63個確実にゲットできるイベントが早くて4月中、遅くても5月中には実装されそうなのでいち早く紹介させていただきました。
サイドストーリーニアライトは大陸版では 2.5 周年記念のイベントなので、限定オペレーターの陽気士ニアールが実装されますし、限定コーデもあります。それ以降の新オペレーターや新コーデも大陸版では多数実装されてますし、限定オペレーターのリーンも実装予定です。そして大陸版3周年記念では新たな限定オペレーターの追加が告知されています。無課金、美課金プレイヤーにとって本当に必要なのは素材ではなくオペレーターやコーデだと思ってる派なので、もちろん育成素材の方が大事って方はそちらに石を使ってもいいと思います。ということで今回は近々実装されそうなイベントと好きな素材を63個確実にゲットできるイベントがもうすぐ実装されそうだよっていう紹介動画でした。こういった紹介動画に参考資料はありません。ほぼ自分でプレイしていた情報なので少しでも参考になれば幸いです。もしよければチャンネル登録やグッドボタンを押してもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。